皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回はいつもみたいにテーマを一つに決めずに、少し長めにいろんなことについて話していこうかなと思います。基本的には私の近況報告、何をやっていたかとか、いいことも悪いこともあったので、それらについてお話ししていこうと思います。で、このエピソードがどのくらいの長さになるかわかんないですけど、できるだけ長く今日は話してみようかなと思います。なので、これをね、皆さん聞いてくださっている方は、何か作業しながらとか、お掃除しながら、料理しながら、通勤、通学しながら聞いてもらえたらなと思います。そうですね、もう10月も半分ぐらい過ぎましたよね。で、日本は本当になんでっていつも思うぐらいまだまだ暑いです。朝と夜は確かに少しだけ涼しくなってきて、ちょっとジャケット羽織りたいなとか、長袖のシャツ1枚羽織っときたいなぐらいの気温にはなってるんですけど、昼間はね、お昼、1時、2時、3時とかは、もうずーっと暑くて、外で歩いていたらちょっと汗をかいてしまいそうなぐらい暑いので、もう本当にいつになったら昼間涼しいね、秋が訪れるんだって思ってますけど、そんな感じの日本ですね。皆さんの国ではどうですか？季節が変わったりしましたか？または季節の変わり目というか、だんだん涼しくなってきたな、またはだんだん暑くなってきたなと感じている方もいるかと思います。で、私が子供の頃は10月はもう秋という季節でめちゃめちゃ涼しくなってきてるっていう記憶があるんですけど、今はね、もう10月はまだまだ暑い。11月になったらやっと涼しくなるかなって思います。日本っていう一つの大きな括りにはできないんですけどね。北海道、日本の北にある島、北海道ではこの前雪が降ったらしいです。そのぐらい日本でもどこにいるかで気温差とか気候の差があるので、一括りにはできないんですけど、私の住んでいるところではもう10月はまだまだ夏みたいに暑い日があるので、本当にね、いつになったら汗をかかなくて済むのかと思いますが、そんな日々を過ごしています。でですね、10月は私は1年の中でも特に好きな月なんですよね。その理由の一つは、本来は夏の暑さが落ち着いてだんだん涼しくなってくるので好きっていうのと、あとは私の誕生日月だからです。実はですね、10月2日が誕生日でした。なのでその辺はちょっとゆっくり過ごしたり、レストランに行ったりという感じでお出かけをたくさんしていました。で、誕生日はなんかすっごい特別なものがあったというわけではないですが、レストランに行って美味しいご飯を食べてきました。で、誕生日のちょっと前にですね、急にフランス料理のシャルキュトリーという、あれは料理なんですかね。フランスでよく食べる、加工肉が乗った、ハムとかいろいろ乗ったプレートの料理があるんですけど、それが急に食べたくなったので、フランス料理で調べて、で、それを食べに行ってきました。シャルキュトリーをフランス語で言うと、シャーキュトリーというらしいです。フランス語の発音を頑張って練習してみたんですけど、全然言えないですね。このエピソードを録音する前に20回ぐらい言う練習をしてみたんですけども、全然何が正解かわかんないです。ということで、ちょっと今回は日本語のカタカナを使って言います。日本語だとシャルキュトリと言います。で、シャルキュトリという単語自体、フランス語では主に豚の肉や内臓から作るハムとかソーセージなどの加工肉、食用加工品の総称みたいです。そういうのをいわゆるシャルキュトリというみたいです。
で、そういうハムとかソーセージを販売しているお店もシャルキュトリというみたいです。で、そのいろんなね、加工肉が乗ったプレートがあるんですけど、それを食べたくなったので、食べてきました。で、レストランに行って、あ、あるやったと思って注文して、で、一口パクって食べたら、うわ、美味しい、これよ、これ食べたかってんと思って、ワインもね、少しだけ楽しみながら誕生日を過ごしてきました。私はなんか別に、特にすごいパーティーをしてとか、友達たくさん呼んで、みんなで料理してお酒飲んでという風に誕生日を過ごしたいというよりかは、今はどちらかというと本当に親しい人とご飯を食べに行ったり、ちょっといつもより豪華なレストランに行ったり、ケーキを食べたり、そういう風に過ごしているなと思います。ここ数年を振り返るとゆったりとしたちょっとだけ贅沢な日という感じです。でですね、皆さんは誕生日はどうやって祝いますか？次の誕生日はどうやって祝いたい、祝ってほしいとかありますか？家族だけでとか、友達1人2人だけでの人もいるかと思いますし、または1人でね、どっか行きたかったとこに行きたいっていう人もいるかもしれないなと思ったので、あんまなんか日本っぽいものはないかなと思います。強いて言うなら、皆さんが想像するであろう、いわゆるパーティーみたいな祝い方をする人は少数派だと思います。よく聞くのは、日本人は年を重ねるごとに、ああ、もう誕生日なんてそんなわざわざ祝わんでもみたいな、年を重ねることにネガティブな印象があったり、ああ、もうどんどん老けてくみたいな、そういう言葉をね、使う人がたくさんいる印象があります。だからどんどん年を重ねて経験を重ねて、ポジティブなイメージというよりかは、ああ、また年取ったっていうのがね、よく聞きます。私も20代なんですけど、20代の私でも、周りからね、うわ、また年取ったみたいな感じの言葉を聞いたりもします。で、そうですね、誕生日を迎えて、また一つ年を重ねたなと思って、ここ数年を振り返ったりしながら、ゆっくり過ごしていました。でですね、誕生日の時と、あとはそのちょっと前に、ちょっとだけ高級なレストランに行ったんですよね。で、そこで一個思ったこと、気づいたことがありました。で、誕生日に行ったお店は、普通のお店、別にそこまで高級ではない、レストランで、夜、夕食、ディナーを食べるなら1人3000円、4000円ぐらいかなと思います。で、そこに行って、そこの店員さんがもう本当にめっちゃ気さくでフレンドリーで、丁寧なんだけど、めっちゃ過ごしやすい雰囲気のお店でした。接客がね、とっても良くて、いいお店だったな、また行きたいなって思いました。もちろん料理も美味しかったので、また行って違うメニューをね、いろいろ食べたいなって思いました。で、そのちょっと前に、少し高級なホテルのレストランに行きました。それもたまたまなんかチケットをもらったので行く機会があったんですが、で、そこはちょっと高級な感じなので、雰囲気とか、もうちょっと高級な感じがあって、だからこそ、そこで働かれている方も、もっとなんかピシッとしていて、丁寧すぎるというか、私にとっては丁寧すぎるからこそちょっと緊張感があって、その慣れてない私からしたら、って思うことがありました。で、そこで働かれていた方、その料理を作っていた方が、わかんないですよ。理由はわかんないですけど、なんか、あんまり笑顔のすっごい丁寧な感じの接客ではなくて、もうただただなんか作業をしている、料理を作っている、それだけみたいな感じだったので、もちろんそれでいいんですよ。その人の仕事はね、やるべきことはやってたのでいいんですけど、そのたまたま最近行った値段のちょっと違うレストラン2つ、で、店員さんの態度とか雰囲気とかがめちゃめちゃ違ったなって思ったからこそ、私はすっごい高いお金を払って高級レストランに行ってっていうよりかは、もうちょっと気さくになんか雰囲気も柔らかい感じのフレンドリーで、リラックスしながら料理を楽しめるレストランの方がいいなって感じました。
それがちょっと一個気づいたことでした。味の美味しさはもちろん大事だけど、もう一度行きたいなって思うレストランは、そのスタッフとか店員さんの態度とか接客が丁寧だった方、フレンドリー、気さくだった方にもう一回行きたいなって思うんだ自分っていうことに改めて気づきました。レストランを好きになるポイントっていくつもありますよね。そのお店の料理が好きだとか、そこで働かれている方がとっても親切、とっても丁寧、とってもね、優しいとかっていう場合もあるだろうし、あとはたまたま家に近くて、比較的値段も良心的で、総合的に見ていいから行きたいっていう人もいると思いますし、いろいろあると思うんですけど、私は店員さんをめちゃめちゃ重視しているなって気づきました。その日本のレストランとかサービス業で働かれている方っていうのは、みんなめちゃめちゃ丁寧で、めちゃめちゃ優しいというか、フレンドリーというか、笑顔も素敵で一生笑顔を保っているみたいな方たちばっかりなんですけど、その中でもし比べる必要があるとするならば、お店を選ぶってなったら、店員さんの態度とか、私の好きなタイプの接客だったな、私がすごくリラックスできたなって思うレストランに行く気がしました。料理の味がすごくまずかったらあれですけど、もちろん行かないですけど、でもそんなすごくまずいってことはほとんどないので、ならお店の雰囲気、スタッフ、働かれている方の雰囲気が好きなところに行くなって思いました。皆さんは何回もリピートしたくなるようなレストランの決め手っていうのは何ですか？何かありますか？もちろん食べるために行くので、味は100%美味しくないと行きたくないとは思うんですけど、なんか味も同じぐらい、値段も同じぐらいってなったら、店員さんがもちろん接客がいいところに私は行きたいなってめっちゃ思いました。で、そのスタッフとか働かれている方の違いっていうのをちょっと考えていて、一個思い出したことがあるんですけど、それは電車のアナウンスです。で、その電車のアナウンスで一回めちゃめちゃ感動したことがあって、もうちょっと泣きそうなんじゃないかぐらいまで行った、そのぐらい感動したことがありました。それは空港から市内に向かう電車です。で、これは一つじゃなくて、結構多くの空港から市内の都会の真ん中に向かう電車に乗るとあるんですけど、それはね、空港から電車に乗るってことは、多分多くの方がフライト、飛行機を乗って、その空港に到着して、で、そっからみんなホテルとかお家に帰るとか移動している方が多いのかなと思います。で、空港からの電車で、最後終点に着くときや大きな駅、多くの人が乗り換えるような駅に着くと、着く前ですね、そういう駅に着く前に、車掌さん、電車の中でアナウンスをしている人が、長旅、長時間のフライトお疲れ様でした。お疲れかと思いますが、最後まで足元にお気をつけてお帰りください。とか、長旅お疲れ様でした。これからの日本の旅行を楽しんでください。とか、そういう風にね、アナウンスをちょっと一言なんか優しい心に残るようなアナウンスをしてくれている場合があります。で、それを聞くともう本当に心が癒されるというか、私はそういうのがあるっていうのを全然知らなくて、で、なんか一回空港から電車に乗った時にそのアナウンスを初めて聞いて、で、こんな気遣いまである、もうめっちゃ感動すんねんけど、みたいな感じで思って、で、その時ちょっとどこのフライトだったか忘れたんですけど、結構長時間のフライトで疲れて、あともうちょっとで家やって思ってる時に、そういう優しい一言、優しい声をね、聞けたので、もうめちゃめちゃ心が癒されて、疲れが吹っ飛ぶような、そういう気分になりました。なので、成田空港、羽田空港、関西国際空港に着いた時に、電車に乗るっていう方はね、一度電車のアナウンスに耳を傾けてみてください。
全ての電車でこういうアナウンスがあるわけではないんですが、例えば特急列車とか快速列車に乗ると、こういうアナウンスがある場合があります。なのでね、ほとんどの方、一人で特に乗っている場合はイヤホンをしていたり、アナウンスに特に耳を傾けていない場合がほとんどかと思いますが、ちょっとね、違う雰囲気を味わってみたり、日本語を聞き取れるかなっていう練習をするためにも一度アナウンスに耳を傾けてみるのもいいのかなと思います。で、私も普段一人で乗っていると、イヤホンをつけているのがもうデフォルトなので、私日本だったら別にどこ行くかわかるので、別にそこまで迷うこともないので、わざわざアナウンスを聞かなくても大丈夫なんですが、イヤホンがデフォルトすぎて、イヤホンを取ってアナウンスを聞くのが非日常ぐらいまでなってるんですけど、そういう非日常を味わってみるのもいいのかなと思いました。あと、その電車によって、その各会社によって違うアナウンスとか、なんか違う言い方、言い回しをしていたりするので、いろんな電車に乗る方はいろんな場所でアナウンスを聞いてみるっていうのも、日本っぽい旅行になるのかなと思います。また皆さんの国ではこういう、この列車のアナウンスなんか独特だなとか、あの、面白い音楽流れてるなとかありますか？日本の電車の駅っていうのは音楽が流れたりします。電車が近づいてきてるよっていうのをアナウンスするために音楽を流したりする駅もあります。で、その音楽も全て一緒ではなくて、なんかローカルなミュージックを流していたり、またはアーティストとコラボして期間限定でなんか音楽を流していたり、そういう場所もあるんですが、日本旅行していて、日本に住んでいて、なんかこういうの聞いたことあるとか、こういうアナウンス聞いたことあるよみたいなね、発見がありましたら、ぜひコメントで教えてください。そうですね。じゃあ次、もうこれは本当につい最近起こった話なんですけど、今はね、列車のアナウンスを聞いて心が癒されるようなことがあったっていうことなんですけど、それとは逆で、人生ね、生きていたらいいことも悪いこともあるよねっていう悪いことの方をお話ししていこうかなと思います。で、私は iPhone を使っているんですけど、その iPhone を先日落としてしまいました、地面に。地面に落としてしまったんですよね。で、iPhone というか、物をね、落としたりすること結構よくあるので、で、スマホも何回も落としたことがあるので、別に特に何も思わなくて、あ、また落としてもうた、もうたぐらいの軽い気持ちでいたんですよね。で、iPhone 落としてしまって、もう落としてもうた、一応大丈夫かなと思ってスマホを拾って確認して、傷はついてないな、画面割れてないなと思ったので大丈夫だと思ったんですよ。一応スマホ本体確認して何も大丈夫だと思って画面をつけてみると、真ん中にピカーンって太めの線が入って、え？みたいな、ちょっと本当にシーンってもう放心状態みたいな感じになりました。と思って真ん中に線が入っていて、で、一応なんか画面操作とかは大丈夫だし、スマホのカメラも大丈夫だし、なんか触れるんですけど、一番表面の多分ところになんか線が入って、ピッカンってめちゃめちゃ明るい線が入って、しかもそれが画面の真ん中に入っているので、めちゃめちゃ眩しくてめちゃめちゃ邪魔で、スマホすっごく使いづらくて、終わったみたいな、はい、待って待って終わったと思って。もうなんかスマホをね、なんか4年も5年も使っていたら、じゃあもう買い替えようかってなるかもしれないんですけど、私は iPhone16 を使っていて、去年買ったばっかりなので、そんなん無理無理みたいな、新しいスマホ買い替えるの無理やでと思って、修理しかないかっていうなんかそういう考えが頭の中をぐる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 って回って、そん時、夜8時半ぐらいでちょうど Apple Store の近くにいたんですよね。Apple Store 調べて、近くにある、よし、行こうと思って走って行って、なんか修理どんぐらいの値段でできるかとか、何をしないといけないかみたいな、そういうのを聞くために行こうと思って、もう急いで歩いて行きました。で、その間に、スマホを一度シャットダウンしてみたり、
ソフトウェアが最新のやつかどうか、なんかできることないかなと思って調べて、そういうのを調べてみたりしたんですけど、特に効果はなく、画面に真ん中に太い線が入って、もうどういうこと、やめてよみたいな。なんか誕生日で、はい、美味しいご飯最近食べて、もうめっちゃいい感じ、幸せって思っていたらこういうことが起きて、普通に心の中でなんでやねんって思いました。で、とりあえず Apple Store に行って聞いてみると、あ、これは画面がやられてしまっているので、画面スクリーンをね、交換する必要がある。私は Apple Care っていう、Apple の iPhone とか保証してくれる保険ですね。その保険に入っていなかったので、スクリーン交換ってなると、最大4万円かかる可能性があるって言われて、4万か、出費でかいな、それはと思って。でもそのまま使い続けることはできないような感じだったので、もう修理するしかないよなと思って一回それ予約してもらって、で、また次の日に、Apple Store 行って、修理お願いして、で、その説明でも iPhone 本体を買って1年以内なので、0円で無料でできる可能性はあるけど、この感じを見ると、スクリーン交換で最大4万円かかるって言われて、で、スマホを確認すると、充電のね、する部分あるじゃないですか。スマホ本体の下に C タイプの充電をする部分があるんですけど、そこがへこんでいてちょっと、で、そこがもうほんとに不運にもそこがなんか地面のパイプみたいなところに当たって、スマホケースしていたんですよ。スマホケースしていたんですけど、唯一カバーされていないその充電部分が地面に当たって、で、そっからスクリーンにこうバキじゃないけど、なんか、不具合が出てしまって、で、もしなんか本体を交換する必要がある場合は最大8万円かかるって言われて、いや、8万はさすがに今すぐ出されへんなと思って、で、なので、とりあえずじゃあ画面交換だけお願いしますって言ってお願いして、で、近くのカフェで3時間ぐらい待って、時間が来たので、よし取りに行こうと思って取りに行って、はい、こちら修理したスマホですっていうのが出てきて、で、説明通り、1年以内の商品保証がありますので、無料で交換させていただきましたって言われて、え？みたいな。え、めっちゃ嬉しいと思って、で、結局、無料で画面は交換していただいて、なので、お金はね、かからずに済みました。4万円かかるかも、8万円かかるかもって言われたんですけど、本体が割れているわけではなかったので、一応ね、お金がかかる修理っていうのは、必要なかったので、もうほんとに良かったなと思いました。これからはね、なんかスマホに、ストラップとか、握れるグリップみたいなのつけて絶対に落とさないように、握力ちょっと鍛えて絶対に落とさないようにしないとなって改めて思いました。いいこともあったり、悪いこともあったりっていうような日々でした。ではそうですね、最後に那智の滝というところに旅行に行ったので、それもちょっとだけ話して終わりにしようかなと思います。で、那智の滝っていうのは和歌山県にあります。和歌山県のすっごい山の中、田舎の方にあります。で、那智の滝っていうのは日本でも滝の落差が大きい、滝の水が落ちる高さが高い滝として有名で、それが133メートルあります。で、その滝を見に行きたいなってずっと思っていたので、そこに行こうって決めて行ってきました。大阪にある大きい空港で、関西国際空港っていう海外からもね、いろいろ飛行機が来る空港があるんですけど、そこからでも車で2、3時間ぐらいはかかるような、もう本当に遠い観光スポットなんですけど、それでも海外の方、特にアジア人の方、中国とか韓国人の方もいたんですけど、が多くて、すごいみんなこんな田舎にも来るんやなっていうことをちょっとびっくりしました。東京、大阪の都会の方だったらもちろん観光客が多いのはわかるんですけど、日本はね、なんか最近どこに行っても海外からの観光客の方も多いので、みんな本当にすごいリサーチとかして、いろんな大自然見に行ったり、世界遺産のスポット見に行ったりするんだなと思って。
そうですね、それをすごく感じてきました。もはや日本人の方よりも、その海外からの観光客の方が多かったんじゃないかなって思います。で、その那智の滝なんですが、それは世界遺産に登録されています。その地域、和歌山県の一部が世界遺産に登録されているんですが、そのうちの一つです。その一部が那智の滝です。で、那智の滝があるところは那智大社がある場所なので、滝自体に神様が宿っていると言われています。なのでとても神聖な場所とされています。それを見に多くの観光客の方が来たりしています。でですね、それはすごい田舎の山の奥にあるので、階段の上り下りがね、すごいです。ギリギリまで車で行けるんですけど、最後ちょっと1段2段階段を上って滝が見られるというわけではなくて、結構ね、何百段って階段を上り下りしないといけないです。で、その階段を上って降りて上って降りてやっと見られるのが那智の滝だったり、その周辺にある神社、お寺です。もちろん山の中にあるので、そのビルの中にあるような整った階段ではなくて、すっごい段差の激しい石の階段があったり、すっごい狭かったり、足の踏み場が悪かったりと、いろいろね、たどり着くまでに本当に大変苦労しないといけない場所です。だからこそ着いた時にはもうすっごい見がいがある、達成感がある場所だなと思いました。で、私もその滝を見に行って、新鮮な空気を浴びて、ちょっと深呼吸して見てきて、神社とかお寺にも行って、階段何回も何回も上り下りした後ですね。した後、自分ではまだまだ体力あるし、大丈夫だろうと思っていました。思っていたんですけど、階段をその最後の一段ですね、降りてちょっと立ち止まったら、もう足がね、疲れ切ってガクガク震えていました。で、うわ、自分の足めっちゃ疲れてるやんと思って、ちょっとびっくりしたぐらいなんですけど、それぐらいね、階段の上り下りが激しいところでした。そのような場所に行って、もう汗だくになりながら、もうびっくりするぐらい汗だくになりながらも、世界遺産の滝を見てきたり、神社、お寺に参拝に行って、ほんとに自然のね、綺麗な空気を吸って、心ちょっとリフレッシュしつつ、エネルギーをチャージしつつといった旅行をしてきました。今回は私の近況報告ということで、最近お出かけした場所だったり、起きた出来事などお話ししてみました。この数週間、なんかいろいろあったなと思います。いろんなとこにお出かけしたり、良くも悪くもいろんな出来事があったなと思います。もちろん人生いいことだけ起きていれば最高なんですけど、たまにね、ちょっと焦るような、って負担がかかるようなストレスがたまるような、そういう出来事もあるのが人生だなって、なんか改めて思いました。で、旅行先ですね。私は旅行が好きなのでいろいろ行ってみたいとか思うんですけど、やっぱり自然に触れる旅行っていうのは本当に移動が大変で足が震えるぐらい大変でもすごく心も体も癒されるような元気が出るエネルギーチャージになるような旅行だなと思います。だからこそ日本にはまだまだいろんな自然、大自然が広がっていて、私が見に行ったことのない場所がたくさんあるので、それらをね、もっともっとこれからもいろいろまだ体力があるうちに行きたいなと思いました。例えば仕事を引退した後、60歳、70歳とか多くの方はね、そこからたくさん旅行し始めたりっていう方もいるかと思いますが、やっぱりどうしても20代、30代に比べると体力がないので、行きたいけど行けないっていうことになるかと思います。だからね、私は行きたいうちにもう全部行けるように筋トレもして運動もして、お金もね、無駄なものには使わないようにできるだけ旅行にたくさんお金は使っていきたいなって思いました。人によってね、
お金の使い方って本当に様々だと思いますけど、私はやっぱり旅行に行くと新しい景色を見て、見たことのない景色を見て、いろんなインスピレーションを受けたり、インスパイアされたり、美味しい食べ物を食べてね、お腹も心も満たされるぐらいまでいっぱい食べて、幸せやなって思ったり、そういういいこと、ポジティブなこと、メリットたくさんあるなと思うので、多分これからも何か特別な他にすごい出来事がない限りは、旅行にたくさんお金を使うタイプかなと思います。そんな感じの、いいことも悪いことも誕生日もありつつの10月前半だったなと思います。皆さんもね、最近どうお過ごしですか？何かアップデートあったよ、なんかイベントあったよ、こういうことしたよなどいろいろありましたら、日本旅行したよとかね、ありましたらぜひコメント欄で教えてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。メンバーシップでは毎月ワークシートを配布していたり、Patreon では毎月1本追加でエピソードを聞ける、ランクもありますので、そちらが気になる方はランクをチェックしてメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆様のサポートのおかげでこうやってポッドキャストを続けることができています。こうやってエピソードをどんどん作り続けることができているので、もう本当に感謝です。これからもこうやってエピソードを作っていこうと思うので、サポートしていただけると本当に嬉しいです。では今回はここまでになります。今回もね、30分程度最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ここまで最後まで聞いたよっていう方は本当に日本語を勉強熱心な方だと思うので、これからもね一緒に日本語を勉強していただけると嬉しいです。では今回はここまでです。最後までありがとうございました。では皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。